北方領土問題。歴史の授業でも習う日本とロシアの領土問題です。しかしこの領土問題にロシア海軍の核ミサイルを発射できる原子力潜水艦、通称戦略原潜が深く関係していることはご存知でしょうか。この事実から国内外の軍事専門家からは、ロシアの戦略上北方領土返還はありえないという声も多くあるのです。ロシアが北方領土にこだわる軍事的な理由とは一体何なのでしょう。今回はそんなロシア側から見た北方領土の軍事的価値に触れ、戦後80年経っても解決しないその根本に迫ります。北方領土は第二次世界大戦後、ソ連によって占領された4つの島々です。択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島と歴史の授業で習った方も多いと思います。しかしこれはあくまで領土問題という日本側の視点です。なぜ解決しないのか、その軍事的な事情を知るにはもっと大きな視点で見る必要があります。それがオホーツク海です。実はロシア軍はオホーツク海を外敵の接近や侵入を許さないといういわば聖域のような状態にしています。周囲は要塞のように防衛網が敷かれており、複数の対艦対空ミサイルはもちろん、近くにはロシア太平洋艦隊の本拠地や大規模な潜水艦基地も存在します。特に北方領土は要塞の最南端というだけあって、日米の上陸戦にも備えて戦車やロケット砲などの地上戦力も配置されています。太平洋側だけで見れば、ここまでロシア軍が密集している地域は他にありません。日本の防衛省や米軍でもこれをオホーツク海の聖域化として警戒し、周辺のロシア軍の動向を分析しています。では、そうまでしてオホーツク海を守る理由とは一体何なのでしょう。その答えとなるのが核ミサイルを搭載する潜水艦、戦略原潜です。ボレイ級戦略原潜は16発もの核ミサイルを発射できる強力な戦略原潜です。そのためロシアの核戦力を支える重要な潜水艦でもあります。世界の2カ所に配備されていますが、その一つが実はオホーツク海なのです。オホーツク海のすぐそばにある潜水艦基地にはボレイ級が少なくても4隻配備されており、ローテーションを組んで常にオホーツク海を巡回しています。これによりロシアが核攻撃を受けてもいつでも核報復ができる体制を整えています。実際オホーツク海から発射した場合はヨーロッパだけでなくアメリカ大陸も射程圏内と言われています。こうした戦略原潜の活動を守るために周囲一帯が要塞化されているというわけです。しかし核ミサイルを発射する手段ならロシアは他にも持っています。なぜ戦略原潜だけここまで手厚く守られているのでしょう。実はそれには潜水艦ならではの隠密性と生存性が関係しています。海中に身を隠せるという高い隠密性は敵に発見されにくいだけでなく、地上の戦闘とは無縁でいられるというメリットもあります。極端な話、核戦争で自分の国が滅んだとしても戦略原潜なら生き延びる可能性が高いのです。なのでその際は敵の首都めがけて報復の核ミサイルを発射するということも可能なのです。このように核攻撃に対し核報復することを第二撃能力と呼びます。核戦争でも生き延びる可能性が高い潜水艦はこの第二撃能力に最も適しているのです。また第二撃能力の最大の特徴は核を撃ったら撃たれるかもしれないという相手への心理的負担です。例えば核戦争で自国が滅んだら核報復する意味がないと思う方もいるかもしれませんが、では戦争に勝つ代わりに核ミサイルが確実に飛んでくるとしたらどうでしょう。当然先制攻撃にも慎重になると思います。こうした心理効果で敵の先制攻撃を思いとどまらせたり、
戦争の拡大を防ぐというのがいわゆる核抑止力です。隠密性、生存性が高い戦略原潜は核兵器の中でも最も核抑止力を発揮しやすいのです。こうした特徴からロシアに限らず戦略原潜は国家の最後の切り札とまで言われています。保有国はロシアを含め6カ国ですが、どの国も国家を守る核抑止力の中核として運用されています。核兵器は被爆国の日本からすれば大量破壊兵器ですが、保有国からしてみれば核抑止力で国家を守るという防衛手段になっているわけです。ちなみにロシアは他国に比べて核抑止力への依存度が特に大きいと言われています。世界一の核弾頭保有国にもなっており、核を使うルールも他の国よりかなりハードルが低いです。それもあってか、戦略原潜の安全確保は軍事項目でも最上位クラスと言われています。この考えは旧ソ連時代から続いており、有名なところではバスチオン戦略というものがあります。これは陸海空の軍事力から周辺の地形までも利用して戦略原潜の活動領域を守ろうというものです。このバスチオンに設定されたのが北極圏のバレンツ海、そして太平洋側のオホーツク海でした。オホーツク海は防衛ラインとして機能する千島列島、戦略原潜でも活動できる深い水深、さらには探知を困難にさせる冬の流氷まで、あらゆる地理的条件が有利に働きます。まさに太平洋側の戦略原潜の活動にはうってつけの海域なのです。お気づきの方もいると思いますが、北方領土問題が解決されない最大の要因は、北方領土がオホーツク海の防衛網、バスチオン戦略の一端を担っているという現状にあります。地図を見てもわかる通り、ここが日本に返還されるということは、ロシアからすればオホーツク海の防衛網に穴が開き、核抑止力である戦略原潜の安全が保てなくなります。世界で最も核抑止力に依存している国がこのようなデメリットを承諾するとは到底思えません。こうした背景から国内外問わず多くの軍事専門家からは、ロシアが日本に領土返還することはありえないという声が多く上がっているのです。またこれらを裏付けるように、プーチン大統領が会談の場でしきりに懸念していたことがあります。それが米軍基地の建設です。日本政府は北方領土が返還された場合、自衛隊基地や米軍基地は置かないと明言しています。しかしロシア政府は米軍基地が設置される可能性が排除できないとたびたび懸念を表していました。その根拠としてこれまで様々な発言がありましたが、これらをまとめれば、米軍が北方領土に基地を設置しようとしたら日本は拒否できないだろうという主張に行き着きます。まさに日本の現状をついたものですが、ロシア政府はこの打開策として日米安保の破棄にまで言及したこともあります。当然日本政府は承諾しませんでしたが、それほどロシアはここを軍事的に重視しているのです。このように北方領土問題は単なる領土問題ではなく、ロシアの核戦略、核抑止力、そして米軍までもが絡んでいる問題です。少なくてもロシア政府の中でこの場所の価値が変わらない限り、解決はなかなか難しそうです。また今回はあくまで軍事面のみをお話ししましたが、他にもロシア側のメリットとして北方領土の水産資源や鉱物資源などもあります。さらには領土割譲を禁止する憲法が作られたり、ロシア世論も返還には否定的な考えが多いなど、軍事面以外でも問題は山積みです。このように難しい問題ではありますが、ここで重要なのは私たち日本社会の認識です。日本が教える北方領土問題は、あくまで日本側の領土問題という視点のみで語られることが多く、こうしたロシア側の軍事的価値に触れるのはごく少数に思えます。そのせいか、公の場でも非現実的な話題がしばしば上がります。
交渉は政府間でやり取りされますが、互いの世論も大事な交渉材料の一つです。なぜ交渉が難航しているのか、その本質を私たちが理解し、関心を持ち続けることがとても重要になります。この動画が新たな視点を持つきっかけになれば幸いです。皆さんの考えや感想もぜひコメント欄で聞かせてください。ではまた別の動画でお会いしましょう。